この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は絵が上手くなる習慣ということで、僕が実際に10代、20代の頃に意識して取り組んでいた自分の絵の上達に効果的だった習慣についてお伝えしていきたいと思います。僕は19歳の頃、大学在学中にデュエルマスターズというカードゲームのイラストレーターとして比較的若いうちにプロデビューすることができました。もちろんですね、それをことさらに自慢しようとは思ってません。運の良さも相当あったはずだと思います。ですが、そういった順調な一歩を踏み出せた理由の一端が、もし僕の行動にもあったとすれば、多分これだろうなっていう習慣があるんですね。この習慣のおかげで僕は比較的効率的に絵が上達できて、他人の目にも留まることができた。そしてそれが結果につながっているんだと思うんです。これから紹介するのはすごく簡単な方法です。誰でも今日から実践できるすごくシンプルな方法なので、すぐに取り入れていただけると思います。この動画を見ていただければ、絵が上手くなりたい、だけど何からやったらいいのかわからないという疑問や不安を取り除いて、よしこれで上手くなろうと前向きな一歩を踏み出していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。さて、もう結論言っちゃうんですけど、僕が絵の上達のためにやっていた習慣、それはこの3つです。スケッチブックを持つ、身の回りのものを描く、ボールペンで描くですね。こう見ただけでもかなりシンプルですよね。こんなシンプルで普通なことがどんな上達につながるのか一見わからないと思うんですが、大丈夫です。この動画を見た後なら誰にでも簡単に実践していただけると思います。早速順番にお伝えしていきますね。スケッチブックを持つ、絵を描く用のスケッチブックを作ること、これがね、今回お伝えする中で一番大切なことになります。スケッチブックを用意するってそれだけでいいのってね、なんだか拍子抜けしてしまう人がいるかもしれませんが、そうです、それだけですね。ノートの中身の話や何を書いていくかについては後でお伝えしていきますが、とにもかくにもまずは絵を描く用のスケッチブックを作ってください。僕は以前、絵の上達にはよく観察することが大事だよという話をしました。自分が普通に生活している中で目に入ってくるものを自分だったらどう描くことができるのかと常に考えながら観察してみること、これが絵の上達にはとても効果的です。ですが、なかなか思っているだけでは観察力って上がっていきません。いくらよく見ようと意識したとしても、描くというアウトプットが前提になければ観察というインプットはなかなかうまくはいかないんですね。そこで観察というインプットの効果を倍増させてしまう方法、それがこれ、スケッチブックを持つという方法なんです。絵が描きやすく、どこにでも持ち運びができて、そしてパッとね取り出して絵を描くことができる、そのぐらいのサイズのノートがおすすめです。できればこのぐらいのサイズがあった方が描き応えがあっていいと思うんですが、荷物がかさばるのが嫌な人がサイズが大きいとね、人前で取り出すのがちょっと躊躇される場合には、最初はこのぐらい小さなノートから始めてもいいかもしれません。小さいですけど、こんな風に見開きで使うことによって結構広めの空間を描くこともできます。このノートを作って最初にあなたが感じられる成長、それは観察力が上がったという感覚です。そしてその感覚を楽しいと心の底から味わえるように感覚が変化していくと思います。例えば犬って散歩すると匂いばっかり嗅ぐじゃないですか。あれは人間よりも嗅覚が100万倍敏感って言われていて、匂いからいろいろな情報を得られるので、うひょー、情報収集楽しいって一種のエンターテインメントとして匂いを嗅いでいるっていう側面もあるみたいです。スケッチブックを作ってそれを持って描くという前提で外に出てみると、その犬と同じような状態になれるんですよ。犬にとっては匂いを嗅ぐですが、観察するという行為そのものがすごく楽しく変化するんですね。あ、この電信柱すごくかっこいい、この風景自分だったらこう描くなとか、お、電車で寝ているこのおじさんシワがすごくかっこいいな、このシワを強調して素敵にお年を召した姿を自分なりに表現してみたいとか、今まで普通に見過ごしていたものが急に自分にとって魅力的に輝き始めると思います。そうすると多分いろいろな場面でね、待たなきゃいけない時間ってあると思うんですけど、一見無駄に思えるその待ち時間もね、なんと価値に変わってしまいます。なかなか
か来ない電車を待つ時間や、市役所や病院での待ち時間、授業と授業の間の時間もあるかもしれません。マジかよ。どうやってこの時間潰せばいいんだよ。今まで自分にとって鬱陶しかったこの待ち時間が、時間が空いた、ラッキー。よし、目の前にいるこの友達やこの風景描いてみようかな。そんな風に観察力が上がる絵の上達のための時間に変化しちゃうんですよ。それと、絵が上手くなるにはそもそも描かなければ絵は上手くなりません。そこにそもそもハードルを感じてしまう方多いと思うんですけど、スケッチブックを作ることでですね、人間の性分として空白を埋めたいという心理が働き、このノート早く埋めたくなっちゃうんですね。そういう心理も相まって自然と絵が描きたいという衝動が湧き起こり、自然と上達につながっていっちゃうわけなんです。あとですね、これは僕の場合ですが、こんな風にスケッチカバーを自作してみるのもいいですね。これはですね、単純にこのサイズのブックカバーが売っていなかったので、東急ハンズで豚革を買ってきて自分で作ったものなんですが、ね、なかなかいい感じでしょ。ここにね、ちょっとしたメモだったりペンを挟むこともできるようになってるんですが、こんな風に自分好みにノートを飾ってみることもモチベーションアップにつながると思います。身の回りのものを書く。でも、ここであなたはこう思うかもしれません。でもさ、ノート作ったはいいけど、書くものがないよ。何を書くのが一番上達に効果的なのって。もちろん、何でも書いて OK です。自分が好きな可愛いキャラクターだったり、かっこいいモンスターやグロテスクで気持ち悪いゾンビ、自分で考えたシンプルで洗練されたピクトグラムデザインなど、そういったアイデアを書き溜めることにも使えるんですが、僕がここでおすすめしたいのはですね、そういった想像力をフル活用した作品ではなく、シンプルにただただ目の前にあるものを描いてみること。これが非常におすすめです。目の前にたまたまあったものでもいいですし、今まさにおしゃべりしている友達でもいいです。時間があれば散歩の途中の何気ない風景なんかを描いてみるのもいいですね。とにかく大事なのは、そのスケッチブックをいつも持ち歩くこと。これは僕のスケッチの一部なんですが、本当にどこに行っても描いてました。電車の中や公園、ディズニーランドに行った時すら描いてましたし、これは新幹線で描いた絵なんですが、時間があったのでここまで描けました。結構ね、力作ですね。まあちょっと周りからは変人扱いされることもあるかもしれませんが、別に変人になることが目的ではなくてですね、大事なのはさっきも言った自分の観察力を上げること。これです。スケッチブックを持ち歩くと、身の回りの何気ない風景が一変します。この魅力をとにかく紙に書き写したい。そういう衝動が素直に湧き起こるようになってしまうんですよ。そしてそれをパッとスケッチブックを出して書く。これが重要なポイントです。まあ当然ですけど、誰か他人を書く場合にはね、一定の配慮は必要になると思いますので、そこは注意してもらいたいです。大学生の時の僕はその配慮がちょっと足りなくてですね、京王線の調布付近でしたね。目の前にいた2人を書いていたら、ちょっとお兄さん、この子があなたと話したいって言ってるわよ。あんた、私を書くなんていい趣味してるじゃない？ちょっと見せてみなさいよ、ほら。嫌がらないで見せなさい、ほら。早く見せなさい、ほら。ってね、絡まれたことがあったので、その辺は十分注意が必要だと思います。まあ、それはともかくとして、日常的には気にも留めない。さらっと流してしまうようなものを改めて書いてみると、いろいろな発見をすることができるんですね。そしてこのスケッチブックを書いていく中で、僕が強く意識してほしいこと。それは自分にとっての課題を強く意識してほしいということです。スケブを書くとですね、楽しいという気持ちの反面、それと同時に自分には足りていない能力もすごくよく見えるようになると思います。例えば、その例が構図力とスケール感ですね。ノートってデジタルと違って画面の大きさってあらかじめ決まってますから、決まったスペースに目の前のものを書き写さなければいけません。その書き写す段階でどうやったらかっこよく収まるのかといった構図の問題を考えなければいけませんし、そしてそもそも書くものが人物だったとしても、人をそのままの大きさでノートに書き写すわけにはいきません。その人物を小さな紙の中に収まるスケールに変換して書かなければいけないわけです。僕はスケブを書き始めた最初はこの2つのことが全然うまくできませんでした。書き始めたはいいけど、あれ全然思い通りに画面に収まらなかったとか、人物を頭の中で縮小して書いてしまうとなんか全然似なくなっちゃうなとか、課題も同時に生まれたんですが、その生まれた課題を強く意識しながら、よしじゃあ次はうまく画面に収めてやるぞという目的を持ってスケッ
ッチすることで、その部分の能力が飛躍的に高まっていくのを自分でもありありと実感することができたんですね。僕はカードゲームのお仕事を始めた時には、この構図力が非常に足りてなくて、画面にキャラクターを収めるということがすごく苦手だったんですが、この練習もあって、今ではすごく得意になりました。自分の能力アップのためには、スケッチブックを書く中で課題を発見すること。これも大事なポイントですので、何度かスケッチしてみて、そして余裕が生まれたら、ぜひ意識してみるといいと思います。ボールペンで書く。ただね、ここで多くの人はこう感じることでしょう。そもそも人前でノートを取り出して絵を描くのでも十分恥ずかしいのに、でも100歩譲ってそれができたとしても、私そんなに早く絵なんて描けないよって。確かにね、絵を真剣に取り組んだことがあればあるほど、1枚の絵に対する時間のかけ方って増えていきます。丁寧に作品について考えて、そしてその考えを紡いで画面に落とし込んでいく時間が必要でしょう。それが作品作りだとしたら。ですが、いいですか？今回紹介しているこの方法はですね、作品作りではありません。もうね、こういうスポーツだと思ってください。書き始めた線を消しゴムで修正する時間なんて一切ありません。消しゴム禁止！さっきから紹介している僕のノート、見ていて気づいた方もいると思いますが、ボールペンを使って下書きなしで一発で書いてるんですね。もう消せない前提で思い切って一発書きしていく。これがですね、このスケッチブックを書いていく時のポイントです。なぜ消せないボールペンを使うことが上達に効果的なのか、消しゴムで消せる画材じゃダメなのかということなんですが、別にね、ダメじゃないんですけど、消せないボールペンを使うことで効果的に上げられる能力があるからです。その一つがさっきから言っている観察力ですね。ボールペンを使うメリットとして一番に挙げられるのが、なんといっても観察力。なぜかというと単純です。線を消せないので、書く前に真剣に見る習慣がつくからですね。これは鉛筆のいいところでもあるんですが、どうしても鉛筆を使って書くと何本も線を引いて、その線の中から正解の線を選ぶといった書き方をするので、書きたいものをじっくり観察するという部分が甘くなってしまう場合があります。ですが、ボールペンの場合にはそれができません。鉛筆と違ってラフな線をいくつも書いて、そこから正解の線を選ぶような書き方をしてしまうと、画面が汚くなってしまいますので、自然とですね、正解の線はどこだ？どこを書き写せばあれになるんだ？ってね、真剣にモチーフを見るようになります。そのシビアな見方が観察力アップにつながっていくんですね。さらに、早く書けるのも良いところです。ボールペンを使うと線は消せませんし、インクを使って書くので、はっきりとした形を素早く書き表せます。自分が観察した結果が素早く紙に反映できますので、移動中の隙間時間など5分もあれば簡単なスケッチができてしまいます。時間がない人にとってもすごくおすすめな練習方法なんですね。ちなみに僕がおすすめするのはですね、これです。ボールペンといっても色々あると思うんですが、中でも僕がおすすめするのは三菱鉛筆ユニボールシグノですね。ちなみに僕は 0.38 という太さを使うことが多いです。このボールペンの良さは何といっても書き味が良くて、インクが気持ちいいぐらいよく出るので線がかすれません。あとね、これボールペンをよく使う人はわかると思うんですが、ボールペンって最後まで使い切る前にペン先が潰れてしまってインクがうまく出なくなっちゃうことってよくあるんですよ。これペン先が細いペンであればあるほどそうなりがちなんですが、シグノはですね、比較的それが少ないですね。最後までインクを無駄なく使えることが多かったです。あとね、結構これもおすすめのポイントなんですが、色数が多いですね。真っ白な画面に黒で書き始めるということに抵抗がある人も多いと思うので、そういう場合には青とか紫とかピンクとかね、好きな色を選べることもこのボールペンのおすすめポイントの一つですね。今日紹介したスケッチブックやボールペンは街の画材屋さんや文房具コーナーにも普通に置いてありますし、下の概要欄にも Amazon リンクを貼っておきました。こちらからチェックしてみてくださいね。スケッチブックを作って持ち歩き、身の回りのものをささっと空き時間にボールペンを使って一発で書いてみる。これを取り入れていただければ、何でもなかったあなたの日常が観察するってこんなに楽しいんだ。そんな感動に溢れ
れた時間に変化して、結果的にあなたの画力アップに確実につながっていくと思います。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。それと今回僕は練習の時の目的や課題を明確に持つのが大事ということをお伝えしました。これは今回のような練習をする上でも、どんな能力を身につけたいのかという部分を強く意識することが大事なんですけど、それはなぜかというとですね、その意識が欠落してしまうと、せっかくやった努力や時間が全部無駄になってしまうからなんです。この問題についてですね、こんな練習は無駄だからこう意識するとその練習がすごく効果的なものになるよという部分を詳しく解説した動画、誰も教えない本当に効果がある練習法とはもおすすめです。練習を効果的に行いたい、時間を無駄にしたくないという方はですね、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。